国のため尽くせし誠甲斐もなく泡と砕けてきゆる悲しさか。昭和21年1946年10月29日夕刻、マラッカ海峡。巨大な艦橋を持つ一隻の巡洋艦がその生涯を閉じようとしていました。太平洋の荒波を駆け抜け幾多の海戦を戦い抜いてきた軍艦高尾。本日は高尾の波乱に満ちた生涯をご紹介いたします。時は遡り、昭和5年5月12日午後3時55分、高尾は横須賀港礁第2船台から進水。艦名は京都府の高尾山にちなみ、88艦隊計画で建造中止になった艦名をそのまま受け継ぐ形となりました。進水式では昭和天皇のお妃である香淳皇后の臨席を賜り、盛大に執り行われることになりました。当日は15万の拝観者が押し寄せるとも予想され、横須賀線の電車は増発。さらには進水式の様子はラジオで全国放送されるなど、まさに軍艦高尾は全日本国民の祝福の中で誕生したのでした。その艦用、まさに黒金の城郭がごとし、基準排水量9850トン、全長200メートルを超える船体に、主砲として 20.3 センチ砲10門を備え、最大速力は35ノットを超える高速性能を有していました。竣工当時、巡洋艦として世界最高水準の性能を誇った高尾でしたが、意外なことに諸外国の反応は少々辛辣なものと言えました。日本海軍の巡洋艦は戦争ではなく平時の訓練を行うために作っているんじゃないか。環境全面はチベットのラスの宮殿のごとし、なんというか全体として甲状腺が肥大化したカバのようだな。日本人はそもそも人種的に我々と感性が異なっていると思われる。高尾のデザインについてはある意味で差別的な評価も受けるなど、当時の海外の専門家からの評価は好ましいものではありませんでしたが、この少年の様子は何やら異なるようです。懐かしいね。あれは昭和7年の秋の頃だったか。家の近くの告知板に従順高尾の写真が貼り付けられていてね、その素晴らしい姿に魅惑されて1時間も見続けてしまったんだ。しかも毎日見に行ったもんで、その度高尾高尾と騒いでいたら、とうとう高尾の茂ちゃんというあだ名がつけられてしまったんだよ。この高尾少年の名は小松崎茂。視聴者方におかれてはその名を知らぬ者はいないかもしれません。小松崎茂は画家、イラストレーターとして後年プラモデルの箱絵ヒットメーカーとしても大きな活躍を果たす人物です。高尾の寛容は死の人生に大きな影響を与えたといいます。さて、軍縮条約という特殊な事情が生み出した高尾、それはある意味で平和な時代の艦であったとも言えます。しかし時代の暗雲はすぐそこまで迫っていたのです。ロンドン海軍軍縮条約の締結をめぐり、日本国内では統帥権干犯問題を発すると、野党はこれを政争に利用します。かねてから長引く不況と政党の腐敗に国民は失望の極地にあり、これは軍の増長を招くことになります。ただし軍内部も派閥争いが激化しており、ロンドン軍縮条約は一応は締結されるも、日本は1934年に脱退してしまいます。さらに折しも満州事変の勃発や盧溝橋事件、第二次上海事変を契機に日中両国は事実上の全面戦争へと突入してしまいます。高尾も上海上陸作戦等を支援し、その後は旅順から河北方面で活動しました。なかなかこれは正艦じゃないか。1938年からは近代化改装を受け、トップヘビー気味であった艦橋を改装、対空兵装の拡充や測距儀などを換装し、その艦用を改めました。また格好が良くなったと乗員たちからの評判は良好だったようです。しかし国際情勢は急激に悪化。シナ事変の拡大は日本とアメリカの対立を決定的なものとして、日米開戦はついに時間の問題となってしまったのです。昭和16年1941年12月、対米英開戦を告げる新高山登れ1208の暗号電文が発せられる以前、旗艦をあたごとして高尾、麻也、鳥海の4隻を擁する第4戦隊は南方部隊に置かれ、開戦と同時に南方侵攻作戦に従事しました。翌昭和17年、都
年が明けて高尾はジャワ海での作戦に参加すると、3月2日夜、高尾、愛宕は米駆逐艦ヒルズバリーを共同で撃沈へと追い込みます。さらに南方部隊本体はこの後、豪商船1隻を含めて護衛艦以下6隻を撃沈、4隻を拿捕するなどの戦果を挙げました。日本軍の南方侵攻作戦は完璧な成功で終わりを告げると、高尾は本土へと凱旋し、次なる戦いに備えたのです。しかし1942年6月、ミッドウェー海戦では日本艦隊は空母4隻を失う大敗を喫すると、戦争の主導権を早くも失うことになります。この時高尾はマヤと共にミッドウェー島攻略の支援のため、北方のアリューシャン方面へ進出しており、対空砲火により B17 を撃墜、B17 の搭乗員の救助活動も同時に実施しています。ガダルカナル島を間近にして米艦隊を発見、野戦を決行するという艦内放送があった。いよいよ来たかという緊張と恐怖感が脳裏をかすめた。敵味方ほとんど同時に単焦灯照射、主砲は方向し、双方の照明弾、栄光弾の工作を目の当たりにして、その凄まじさは今でもまぶたに焼き付いている。1942年8月7日、ガダルカナル島に米軍が上陸、連合軍の反攻作戦が開始されると、日米両軍はソロモンの海を巡り、熾烈な一大消耗戦が繰り広げられることになります。日本側はいくつかの海戦で戦術的な勝利を拾うも、制空権の奪取には至らず、第3次ソロモン海戦第2夜戦では、高尾はついに敵艦隊と本格的な海戦を経験したのです。戦闘開始と同時に無数に上がる水柱、本艦の近くにも数十メートルの大水柱が上がる。いくら近くても水柱が上がるとホッとする。そして本艦に搭載された魚雷発射管が動き出し、酸素魚雷が敵艦に向けて放たれる。日本が開発した世界一の魚雷だ。魚雷は敵艦に命中、敵艦はたちまち真二つに折れて沈んだ。敵艦轟沈の声に艦橋全員踊り上がって喜んだことを覚えている。しかし我々の喜びとは裏腹に、後続の霧島が被弾し、みるみるうちに火災に包まれ、隊列から離れた時は無念さの中に日本海軍の暗転の予感がよぎったのも事実である。いくら呼び出しても霧島からの応答はなかった。戦争はまさに命のやり取りである。今やるか今やられるかという恐怖感と、いや高尾は絶対にやられないんだ、沈まないんだという、いわゆる神風的な信頼感のようなものが同居して、私の体はやけに暖かくなっていたのを覚えている。第3次ソロモン海戦第2夜戦では、米駆逐艦部隊を壊滅状態に追い込み、高尾は霧島らと共に敵戦艦サウスダコタの上部構造物をことごとく破壊するというダメージを与えました。しかし高尾の手法では戦艦に致命傷を与えることはできず、殿下の砲塔でもあった酸素魚雷は全て総爆してしまったと考えられます。この海戦を通じて高尾の魚雷が敵艦に命中したという記録は残されていません。こうして第3次ソロモン海戦では比叡霧島を失う代償を支払っても、飛行場の破壊という戦略目標の達成はならず、翌年昭和18年1943年2月、日本軍はついにガダルカナル島を放棄せざるを得なくなるのです。ガ島撤退後の高尾は連合艦隊の大部分の艦艇とともにトラック島根拠地で待機するも、1943年5月、北方のアッツ島の危機が伝えられると横須賀に戻り出撃準備を整えます。しかし同島の救援はならず、守備隊は玉砕してしまいます。その後高尾型巡洋艦を擁する第4戦隊はラバウルに進出。しかし待ち構えていた敵艦載機200機からの空襲を受けて、高尾は2番砲塔右側付近に爆弾2発を被弾してしまい、23名の戦死者を出してしまいます。かつて戦艦に準ずる性能があると信じられていた重巡洋艦。しかし戦場の主役は航空機へと移り変わり、もはや持てるべき性能を発揮することは叶わなくなってしまうのです。高尾は傷を癒すため、久しぶりに母港の横須賀へ帰還を果たし、そのまま昭和19年の新年を迎えました。昭和19年
1944年10月、サイパン島を陥落させたアメリカ軍は続いてフィリピン、レーテ島に上陸を開始。フィリピンを失うことは、日本本土と南方資源地帯との連絡を遮断されることであり、日本の戦争遂行能力の完全な喪失を意味することになります。そこで、壊滅状態にある機動部隊をあえておとりとして、その隙に大和武蔵を中核とする栗田艦隊がレーテへ突入、米上陸部隊を撃滅するという作戦が構想されます。小1号作戦。この作戦は損害を厭わない事実上の特攻というべきものでした。開戦以来、主要な海戦の多くに参加していた高尾も当然、この作戦に出撃することになりました。愛宕、麻也、鳥海も参陣し、戦艦大和、武蔵を擁する第一遊撃部隊の陣容は、連合艦隊の健在ぶりを確かに示しているようにも見えました。10月18日、リンガ白地を後にして、前線根拠地であるボルネオのブルネイへ急行、同地での燃料補給を実施した後、22日午前8時頃、旗艦を愛宕としている第一遊撃部隊は第1部隊、第2部隊に分かれて進軍を開始します。しかし、艦隊の航路に迫ってきたのがパラワン水道でした。パラワン水道は潜水艦の襲撃が予想された危険水域でしたが、ここを強行突破する以外に、すでに選択肢は残されていませんでした。夜明け前の23日午前2時50分、愛宕が敵潜水艦の電波を探知。艦隊は速力を18ノットに上げた上で、の字運動を再開。厳重な対戦警戒を敷きつつ前進を続けます。しかし、米潜水艦ダーターとデースの両艦は日本艦隊を捕捉し待ち構えていたのです。10月23日、パラワン水道に入り、ちょうど各艦と共に早朝訓練をやっていた。私は当直勤務を終えて午前6時に居住区へ帰った。同僚には涼みに行くかと誘われたが、今日はいつ打ち合いが始まるかわからないからと一度休もうとベッドに入った。それから数分ほどした時、ずしんと何か腹に染み渡るような鈍い音がした。午前6時32分頃、それは米潜水艦ダーターによる雷撃でした。ダーターは魚雷6本を発射。うち4本が愛宕に命中すると、愛宕はたちまち右舷傾斜してわずか十数分後に沈没。さらに残りの魚雷2本はその並びにいた高尾へ迫り、高尾の右舷環境下部と後部に命中してしまうのです。その瞬間、私はああこれは魚雷だなと思って急いで起き上がった。5メートルくらい走って機関室の入り口のハッチを開けて下に降りようとしたが、すでに艦は右に傾いていた。これでいよいよ高尾はダメかと思った。さらに3番艦の麻也にも4本の魚雷が命中。麻也はたちまちに大傾斜し波間に消えていきました。甲板に上がって驚いた。何しろ先ほどまであった高尾の艦尾がなくなっていた。そして甲板に備え付けてあった25ミリ機銃の上に装甲がかぶさり、その間に水兵の死体がぶら下がっていた。至る所にそれは散乱して、辺り一面は血の海となり、目も当てられない状況だった。生死の境を越えた戦場とはなんと悲しいものか。これは現実に弾丸をくぐったものでなければわからないだろう。昨日まで、いや今の今まで元気に語り合っていた友人が砲煙とともに消えていくことの悲しさを分かってもらいたいものである。パラワン水道の悲劇。ほんのわずかな間に愛宕、麻也を失い、後に4番艦の鳥海も作戦中に沈没してしまいます。かろうじて沈没を免れた高尾も被害は甚大でした。酸素魚雷を捨てろ。即時投棄を急げ。左舷へ注水。
高尾艦長の適切な指示もあり、魚雷への誘爆を防ぐことに成功。高尾は洋上を漂いながらも応急修理を全力で行い、過労時で自力航行が可能であると判断されました。真水タンクへの亀裂のため作業は一時難航したものの、午後9時に3ノットの速力でゆっくりと進み始めたのです。一方、高尾の護衛の任務に就いた駆逐艦長波の艦上では、見張り員が血眼になって海面を睨みつけていました。主力部隊が冷徹と急ぐ中、落後した高尾を守れるのは朝下、長波のたった2隻の駆逐艦だけ。しかも未だに敵潜水艦ダーターは執拗に高尾を追跡し、とどめをさせるべく接近を試みていたのです。しかし巧みな艦隊運動と駆逐艦の圧力により、ダーターはなかなか車線につくことができません。逆に朝下と長波により追い詰められ、最後は新南群島付近で座礁に追い込むことに成功。こうして高尾の差し迫った危機は去ったのです。この絶体絶命の状況を指揮したのは高尾艦長、小野田捨次郎大佐でした。小野田艦長は極めて適切な応急処置と巧みな送還を試みたことで、高尾乗員は振幅、戦後も長らく慕われたといいます。後に高尾からの退官が決まると乗員はひどく失望。あまりの落胆ぶりは見るに耐えないものだったとも伝えられています。そして10月25日午後4時、高尾はついに日本勢力下にあるブルネイへ帰投。艦長の適切な決断、そして連度ある乗員たちの努力により、ついに生還を果たしたのです。これはパラワン水道の悲劇の中にあった奇跡というべきものなのかもしれません。昭和19年11月8日、高尾は修理のためブルネイからシンガポールへ向かい、11月11日には無事に入港した。南方随一といった設備がある港だが、いくつかのドックは稼働しておらず、唯一5万トンの浮きドックは続出する損傷艦の修理に忙殺されていた。これでは高尾の修理の出番は回ってこない。年を越して1月5日、高尾はやっと艦ドックに入居するも、修理ではなく被害の調査で1月10日には出居してしまった。ただこれが高尾にとってはむしろ幸いした。その後の空襲で被害を受けずに済み、逆に20センチ砲で B29 を一撃撃墜に成功した。3月上旬、高尾は再び艦ドックに入居し、待望の本格的修理を行うことになった。二軸だが速力18ノットを出して内地まで開港するというものだ。内地へ帰れるという期待から乗組員が我も我もと協力したため、入居中の工事は面白いようにはかどった。余談になるが、高尾が入居中の3月中旬、連合艦隊司令部から参謀副長がシンガポールへ飛来した。そしてそれとともに華氏艦兵の間ですこぶる景気のいい噂が流れ始めた。それは我が国でもいよいよ原子爆弾が完成し、その使用箇所の打ち合わせのために参謀副長が来たというものである。この噂というよりも流言飛語はかなり広く流布されており、私ですら一時はこれはひょっとしたら本当かなと思ったほどである。しかし当然ながらそのような兵器は日本で本格的な開発は行われておらず、戦況は逼迫していました。海上戦力はフィリピン、レーテの戦いで失われてしまい、もはや連合艦隊は組織的な抵抗を行うことが不可能にまで追い詰められてしまったのです。そしてほどなくして高尾の修理もその途上で中止されてしまいました。重油の貯蔵量が完全に底をついた内地では、高尾のような損傷艦はもはや無用の長物でしかなかったのです。セレター港に帰れたのはいいが、あれが高尾だとは思いたくないものだな。まったくだ。外洋に出る機会を失った高尾は迷彩で塗装されましたが、乗員たちからは裏ぶれた姿に移ってしまいました。この偽装は内地への開港が完全に断念されたことも意味し、乗組員の落胆ぶりは激しいものになってしまいました。しかし戦局は私たちをいつまでも意気消沈したままでいることを許さなかった。4月半ばになると高尾の降格法は陸揚げすることになり、乗員は実質的に陸戦隊要員となってしまった。
連合軍の攻撃が始まるのも時間の問題かもしれない。危機的な状況に追い詰められていた高尾の乗員たち。しかしそこには不思議な平時も存在していました。シンガポール港から少し離れた位置にジョホールバルの町があり、巡視官以上は日没後に現地外に繰り出して英気を養いました。中には現地の子供たちを集めて日本語を教えるなど生真面目な者もおり、彼は戦後童話作家としても活躍したといいます。1945年7月31日、高尾はさらなる攻撃にさらされてしまいます。イギリス軍の小型潜水艦によって仕掛けられた吸着式次元機雷が高尾の第3砲塔右舷艦艇で爆発したのです。幸いなことに、この爆発による影響は下部電信室直下の艦艇に幅2メートル、長さ8メートルほどの亀裂を生じた程度で済んだようである。ただこれはある意味では正しく特攻攻撃に他ならず、これを読んだ時の私たちの感想も敵ながらあっぱれだということであった。陛下のお言葉を聞いたが、これは一億玉砕の覚悟でしっかりやれという意味か。いや、日本は戦争に負けてしまったという意味じゃないか。この時の放送は雑音が激しく、高尾乗員たちは内容をうまく聞き取れずに、その意見は真っ二つに分かれてしまいます。高尾で玉音放送を聞いた時は、その正確な内容をつかむことは困難だった。だが私は当時なんとなく意味を理解はしていた。この際なのでその時の感情を率直に申し上げよう。日本が戦争に負けたのは何とも残念だ。しかしこれでどうやら命拾いをしたということであった。どうも若干矛盾しているようであるが、おそらくこれが当時の大部分の平均的日本人の割らざる感想ではなかったかと思う。最初のうちは戦いに敗れたことに対する悔しさであり怒りであったが、やがてその関心は自分たちはこれからどうなるのか、内地へはいつ帰れるのかという問題に変わっていった。イギリス軍の進駐に伴い高尾の乗員たちはマレー半島、ジョホール州バトパハのゴム農園跡地へ移動させられます。日本軍兵士は捕虜ではなく投降日本軍人とみなされ、戦時捕虜とは異なる扱いをした上で強制労働に従事させられました。おい聞いたか、高尾が福音船として改装されるらしいぞ。高尾でようやく日本に帰れるのか。昭和21年の2月の下旬頃、シンガポールの艦隊司令部から高尾を再修理して福音船として使用するから修理運航要員を差し出すようにという指示が来た。そこで80名の部隊を編成し、2月28日シンガポールセレターへ送り出したのだが、2日後には早くも高尾の修理の中止と修理運航要員全員は作業隊編入となってしまった。過酷な作業隊に編入されるとは最悪なニュースだ。福音船としての再建が叶わなければどうなるか、もはやそれは明らかとなりつつありました。軍艦高尾処分。現実にその知らせを受けてみると、そのショックはまた格別であった。私は専任者としてぜひともその最後を見届けたいと思ったが、司令部副官という立場がそれを許さなかった。幸い私の代理として小林中尉も作業隊に加わることができた。小林中尉は戦後部隊の機関士であるサバン海砲第1零号に高尾の処分の詳しい状況について寄稿している。何分書かれたのが終戦から27年後のことなので、公式の記録とはいささか異なる点があるがご容赦願いたい。昭和21年1946年10月27日午前11時頃、自力航行ができない高尾は英海軍の引き船に連れられてセレター軍港を後にしました。途中、同行の作業員は勝負品やネームプレートを記念に取り外したり、別れの言葉を書き残しました。彼らは今まで使用することすら考えられなかった士官室やガンルームで休んだり、いつもは当直将校が腰掛けていた椅子に座り、大海原をかけて戦ったことに思いを馳せたのです。
10月29日17時33分、高尾は処分地点にたどり着きました。多くの国民に祝福されて浸水し、開戦から数々の激戦を戦い抜いた歴戦の軍艦の最後の時が迫ってきます。まず機関課員がキングストン弁を開放し、機械室に注水を始める。各自作業を終えると前甲板に集合し、高尾に敬礼。そして雪原中の船に移乗した。米海軍が艦艇に仕掛けた爆雷が破裂すると、同時に高尾全体から白い煙が立ち上っていく。高尾の介錯人となったのは軽巡洋艦ニューファンドランド号だ。15センチ砲の砲弾を高尾めがけて立て続けに発射した。最初の4発はことごとく外れた。万歳。あの時弾が外れたので思わず万歳と叫んでしまったよ。高尾が逆の立場なら全弾命中なのにな。イギリス海軍は訓練が足りてないんじゃないか。ただ幸運はそれまでだった。示談は環境直下の操舵室に命中。まるで自分自身が撃たれたような、そんな心境だった。ゆっくりと船体を水平に保ったまま自沈させてやりたかったのだが、その意に反し艦よりやや右舷に傾きながら沈み出した。海上は夕凪で鏡のように静かであった。高尾の背後には空を真っ赤に染めながら大きな夕日が水平線に姿を没し始めていた。やがてその太陽が半円となった時、高尾は艦首を天空に向け垂直に伸び上がる形となった。この時私は高尾が何やら叫んだような気がした。生き物が生を終える時の咆哮、号泣、そのような叫び声が私の耳に入った。空耳ではない。一瞬そのまま停止したかと思うと、沈みゆく太陽とともに高尾はマラッカの波間に没していった。残影に赤く染まった空と海に別れのラッパが悲しくなった。時は昭和21年10月29日18時38分である。